今回はですね、第2回は私がゼスティリアに登場したドラゴ鍋を作っていきたいというふうに思ってまして、本編の中でも主人公のスレイたちが実際にこう食べているシーンがあったりとか、ファンの方にいろいろ入ってるやつだよね。はい、なんかなんでしょうね、謎煮込みみたいなやつです。はい。ということで僕がドラゴ鍋を作っていければと思っておりますし、前回と同じくお客さんからいただいたコメントの紹介とかもしていければと思います。そうだね、はい、そうもう今日は3人とももう早速いい感じでエプロンも装着して、じゃあトイ君今日は頑張ってください。はい、お任せください。ではまた皆さんで一緒にコーナー名をね、そうですか、はい、叫んでいただければと思います。わかりました。はい、それではいきますよ。せーの、目指せワンダーシェフ。はい、というわけで第2回もいよいよ調理に入っていこうと思いますが、今回の担当トイ君、ドラゴ鍋ということなので、どんな食材が並んでるのかね、目の前に広がる食材の数々はイカと、ね、タコと、そして豚バラと野菜類と、あと大量の調味料たちがあるんですけれども、真珠という団子を作っていかないといけないとのことで、はい、それがねお二人の口に入った時にこうボロボロと崩れてしまわないようにそうだね、キュッと締まったやつ、キュッと締まったやつを作っていけるように頑張りたいなと思います。スープは豆乳ベースなのかな。スープは鶏ガラベースと、あと豆乳を混ぜたものになりますね。鶏ガラと、豆乳があるので、あとごまが2種類、白ごまペーストと黒ごまペーストがあるので、結構コク深い感じに。ごま豆乳鍋的なやつ。そうなんです。ごま豆乳鶏ガラ鶏ガラ鍋。まあそれだけ聞くとね美味しそうなので、ぜひ失敗しないように頑張っていきたいと思います。はい。じゃあ早速作り始めていただきましょうか。はい。お二人はその間。じゃあちょっと我々もトークをゆるゆるとしながら、はい置きましょうかね。さてまあ今回もドラゴ鍋というところで、セメイラおじさん的には個人的になんか印象に残っているテイルズオブの料理とかってまたありますね。まあね、麻婆カレーとかはもちろんみんなイメージしやすいですけど、特になんか最近気になっているテイルズ料理そうですね、最近気になっているテイルズ料理はなんかサイダー飯とかフルーツ焼きそばとか、最近その辺をプレイして、最近なんかそうですね、そこら辺をプレイしてるんですが、なんかあれめっちゃなんかそういう感じの料理増えてるなみたいな。まあだんだんね歴史上、最初が麻婆カレーだったというところもありますけど、まあどんどんこれそういうどういうことっていう料理はまあ増えてきてるところがあるかもしれないですね。さてさて、そんな感じで横目には聞きつつなんですけど、メロさんなんか今日たくさん質問があるとか。私から開発者の皆さんにちょっと質問してもいいですか。このタイミングで。はい、このタイミングでなんですけど、お手柔らかにでよければ答えられることは答えていきますか。いいですか。ちょっと多分ね、僕がやばいこと答えたらトイ君がそれ富澤さんダメですって絶対あれですよ。そうだそうだって言ってすみれさんの味方ダメでしょ、悪ノリは。じゃあいいですか、ちょっとそう後でカットされないように。はい。メモできちゃいました。メモ帳何これ。そう肌のこれいつのですか。結構昔の。最近の商品じゃないですよこれ。もうその小学生時代の当時の。あら、そんな大事なメモにもう結構ずっと取ってあったんですけど、なんか小さい頃から開発者に聞こうと思ってた質問帳みたいな感じみたいなノリだけど、そういうわけじゃない。大丈夫です。はい。わかりました。はい、じゃあ答えられるものを質問させていただきます。はい。早速じゃあ一つ目の質問です。はい。料理のこちら料理今作ってるじゃないですか。料理についてなんですけど、先ほどもちょっと触れたと思うんですけど、なんか昔のテイルズは割となんだろう、わかるみたいなわかるじゃないですけど、普通のレシピが割と中心だったと思うんですけども、結構なんか最近のテイルズとなってくると結構フルーツ焼きそばだったりサイダー飯だったり、結構エキセントリックな感じの料理が増えてきたと思うんですけど、そういうのっていつ頃、どの作品ぐらいからとかあるんですかね。これはちょっと僕らも歴史を紐解かなきゃなと思ってちょっとだけ調べてみたんですけど、もともとまさに僕前回作らせてもらった麻婆カレーなんかはもうファンタジア初代から
当時は料理システムってなかったんですけど、キャラクターのセリフの中で、出てきて、これ要はうまいのかまずいのかどっちだみたいな。麻婆カレーそうですね、昔は当時90年何年誰も作ったことが多分あまりなかった。当時ではエキセントリックな料理だったんだろうとは思うんですけど、きっとねすみれおじさんもね鳴らされちゃったんで。そう鳴らされちゃった。じゃあもうちょっともう来年とか再来年くらいにはサイラー飯とフルーツ焼きそばも普通。そう全然普通になってると思う。もうねなんなら作ってるかもしれないですけど、ただそうですね、歴史的にはシステムで料理が入ったのってエターニアからかな。エターニアってやっぱり2つのこうなんていうか世界があるじゃないですか。多分ねあれも片方だけやけにエキセントリックなね。片方だけやけに。多分ねもう片方は割と普通だったような記憶があるんだけど、多分その辺もつどつどやっぱりスタッフ当時の開発スタッフの中での遊び心とか、これも想像するしかないですけど、実際作ってみてこれは俺の中では美味しいんだっていう。なんか作ってみたら美味しかったみたいな。でもザラメとかないな。いややっぱね当時からおかしいのいっぱいありましたよ。トヨ君覚えてる？おかしなメニューってさ前からあるよね。割と序盤からありましたし、私初めてプレイした時にはもうなんかすでにおかしくなってました。すでにおかしくなって。あれアビスからだったっけ？アビスからは初めてプレイはアビスですけども、その時にはすでにちょっと親っていう料理ありました。おっしゃっていただいた通り麻婆カレーも別に一般的かというとちょっと微妙です。感覚ねおかしくなってる。でもなんか最近だとね普通にまだ麻婆カレーはお目にかかることも多分あるような。そうだね。それもやっぱりテイルズ・オブの歴史が成した技なんじゃないでしょうかね。テイルズシリーズの技ですね。だから徐々に他のちょっとエキセントリックなやつも。第1回でも話しましたけどメニューレシピ本出すとか食べてみたら美味しかったってね結構あるし、美味しく作ってみりゃ何とでもなるみたいなところあるので、どんどんリアルメニューに開発して広めていくことなのかな。答えになってますか？いろいろなものが広まっていくという。いやでもそれはどんどんやっていきたいですね。せっかくそのために僕らもこの番組やってるんですよ今日。そうですよね。そうです。もうなんか作ってまずかったっていう番組じゃないんですよ。いいですか？すげえイカが冷たいです。めちゃめちゃ凍ってます。皆さんも冷凍イカもう大丈夫。フードプロセッサーにかけてグイングインやる。いやそうなんですよ。これはベイグが来たかなっていうぐらい。ベイグ。でも着々と進んでる。そんなに冷てえ。そうです。私冷たいものとアルコールがダメなんで。そうなんですね。アルコールがダメは聞いてましたけど、冷たいものがアルコールがダメなんですよ。私アルコール浴びると死ぬんで。いろいろね属性が。属性があるんですね。それは弱点が多い。炎属性。氷もダメなんならそうだね。氷もアルコールもダメ。毒じゃないアルコールは薬。毒はあれですね、悪口ですね。そうだね。毒にも薬にもなる。2つ目の質問いいですか？はい。ゲーム開発ってすごい時間かかると思うんですけども、作品を生み出すのってどれくらい時間がかかるんですかね？なかなか難しい質問ですね。もちろん最新作の話をしだすとなんかとても時間かかってますという答えになってしまって申し訳ないなと思います。実質そうですね。例えば今お話のあったアライズとかも企画が始まってるのはもう2016年とか7年とか、前作ベールセリアが2016年というところなので、やはりその直後から始まってるんですね。まだ出せていないというところも考えるとかなり時間かかってはいます。ただやっぱり一作一作、最近のゲーム別にテイルズ・オブに限らずですけど、なんかすごいことやってる人がいて邪魔してやろうと、すごい圧が左から来たから邪魔してやろうと。いやアライズのことをそんなにこれ以上語るなって意味なのかな。フードプロセッサーが止めに入ったのかなと。楽しみだなアライズ。楽しみです。そうですね。楽しみにしていただきたい。やっぱりそれだけ時間かかる分もちろん作り込めるとか、最近だとやっぱりワールドワイドを対応していくにあたって、正直同じ作品作っていながらももう一個作ってるは言い過ぎだけれども、言語とかやっぱりいろんなところで調整をかけていくための時間っていうのは確かに必要になってきているし、あとは今ハードたくさん一緒に作るじゃないですか。そうですよね。それも一つ一つのハードに関して一個一個のハードのやっぱり特性って全然違うので、それに合わせていくだけでも実はそれなりの時間かかっていく。そうですよね。なるほど。それはやっぱり昔にはなかった状況ではありますので、その分お待たせするのは
ね、ユーザーさんお一人一人にとっては、いや私全部のハードでやるわけじゃないし、ありますけれど、やっぱりより多くの人に一緒に盛り上がってもらう。そうですね。ハードが多くなるととても助かりますね。ちなみにアライズはハードはどのような？もう現状発表しているのが PS4、そして Xbox の CD、そして、PC スチームですね。まあそんな感じでやっぱりワールドワイドより多くの地域でより多くのハードで展開同時にさせてもらうことでやっぱり発売した時に一緒に盛り上がれる。そうですね、世界の皆さんと一緒にできるのはとてもいいですよね。そういう意味では新作で世界同時で発売しようとしているのはテイルズでは実はアライズが初めて。そうなんですよ。前回ベスペリアのリマスターがある意味タイトルとしては同時に出せたんですけど、といってもリマスターなので新作とはやっぱり作り方全然違うんですね。元があるからという意味ではゼロから作って世界に届けるっていうのは大変だなというところはありますが、お待たせしちゃってますけど、間もなく続報がという形でお伝えはしていますので、この動画が発表になっている頃にはどうなのかはちょっと僕今わからないですけど、春にはっていう形で続報をお届けする予定になってますんで、今日段階では楽しみにしててください。ありがとうございます。じゃあ3つ目の質問いいですか？まだまだあるんですね。まだまだあるんですよ。ごめんなさい。はい、じゃあ3つ目の質問いきます。一作品にかかる開発費やそれ聞きたいですか？あと関わっている人数とかってどれくらいの方が関わってるんですか？ですね、やっぱゲーム作りってまさに時間とお金とまさに人みたいなところでね、今いくつかの軸でご質問ありましたけど、やっぱり全て関連してるんですよね。っていうのも別に機械が作ってくれるわけじゃなくて、人が一人一人デザインしてお話考えてプログラミングも結局は人がやってることなので、開発費ってほぼほぼ人件費なんですよね。大丈夫？お団子の方は。いや手が相当になってるけど。柔らかい。柔らかい。ちゃんとでもそれなんか素揚げみたいな感じに。そうですそうです。揚げたら固まるんじゃないかなという淡い期待をしてはいるんですけれども。中ふわふわで外がこのなんか。やばい、ハードルが上がっている。パリッととはいかないけど、いい感じの皮がついてるもんだよね、新庄ってね。はい。じゃあ期待しつつ続けますけれども、なんだっけ？そう、お金とね、人の開発費が長くかかるってことは、正直お金もそれだけ実際かかっていきます。みんなのそれがお給料の元だったりするので、という意味では開発費はね、どんどん上がってるというのは確かなところですね。ただなんだろう、人数っていうと、それこそ3年4年かけた作品でずっと関わってる方と、このパートこのパートで部分的に関わっていただいてそこまでっていう方もいて、結構本当にね、出会いと別れって言っておかしいけど、でもね、やっぱり開発3年とかやっていくとそういうことは普通に起きるんですね。ここまでやってくれてありがとう、ここからは俺らが引き継いでいくぜみたいな。なんか熱いですね。あります。そんな形でやっぱりとにかく大型の RPG ってスタッフの数も大所帯です。それこそ5人10人じゃなくて結構3桁。今言って当然3桁に来てます。やっぱそうなんですね。今それこそゲームってスタッフロールとかあるじゃないですか。ありますね。はい、最後に。アライズはね、スタッフロール並べたらどうなっちゃうんだろうっていうぐらいの開発チームだけじゃないんですよね。それこそ販売であったり宣伝だったり、ローカライズ、それこそさっきも言いましたけど、ワールドワイドで展開していくにあたってのメンバーとか、全部足していくともうね、絵巻物のような。絵巻物。これ全部流すのに曲何曲いるんだろうみたいなくらいの人数になっているので、3桁どころかみたいな。ちょっとさすがに数えてないんですけど、一時的に関わってくださった方含めるとそのぐらいの規模にね実際になっていくので、それを見ると超大作だなというふうに思って、そのスタッフさんの確認とかも僕らプロデューサーの仕事の一つでもあるので、お世話になりましたお世話になりましたと思いながらね、こう名前を入れさせてもらったりねするので、良い悪いという形じゃないですけど、大きな作品作っていくにはたくさんの人のご協力が必要ですね。多分20年前とかだと一つのゲームってね5人とかで作れてたり、最初そういう世界ではあったんです。ファミコン時代とか、メインはもうそこの5人のノリでわっと1年で作れる、なんなら半年で作るみたいな時代からは大きく変わったと思いますね。
例えばよくユーザーさんにもゲームの容量とかって最近あんまり聞かなくなりましたけど、要はゲームのボリュームだったりっていうものもそれこそ20年前のゲームからはうん百倍になっているわけで、そうですね、長くストーリーとか長くなっていく、そうですね、見た目のボリュームももちろんとか長さもそうですけど、グラフィックも綺麗な感じに、やっぱり昔なら木のグラフィックって1個書きゃよかった、ドットで書けばよかったものが、今じゃあライズで木の種類1種類ですとか言ったらまあ怒られちゃうわけですよ。木の種類どの国行っても同じ木ですとかってわけにいかないですし、そうですね、国の雰囲気に合わせたものにしたりとか、そういう世界観一個一個を自然に表現するだけでも作らなければいけないものの数と一個一個のクオリティだったりっていうものはもう飛躍的にやっぱここ数年上がってきていますし、でもね、そういう意味ではでもテイルズシリーズは最初にやっぱりファンタジアスーパーファミコンの時から、なんだっけ128メガロムだったかな、とにかくね、そうですね、一番でかいやつ使っていたので、当時でいくとそれこそボイスとか歌とか、新鮮だったんですよね。だってもう、ああいったゲームには普通入れない素材を、でもスーファミのロムってそんなの入れられちゃうらしいぜっていうことで、入れてみたという割と無茶が当時からなんかテイルズのスタートなのかな。なんかまたフードプロセッサーのやってますよ感出そうかな。そっちタコでしょ。こっちタコス。赤いもんわかるよ。でもイカも混ざってるし、いやイカ洗いましたじゃん。白い部分イカじゃない。若干の洗い残しはあるかもしれないですけど。若干の洗い。イカ身が若干残ってるかもしれない。でもなんか順調にできてる感じ。ペース的にはどう？ペース的にはあれですね。もうちょっとお話ゆったりしていても大丈夫です。まだまだいやほら質問がまだまだあるっぽいから。まだまだあるんで。じゃあもうちょっとゆったり答えていきましょうかね。はい。そんな感じの答えになりますか？そうですね。たくさんの人数が、大変です方が関わっているという。はい。じゃあそんな多くの人たちが関わっている新しい最新作、とても楽しみにしております。またそこ戻す。はい。それはもうとにかく頑張っております。はい。じゃあ次の質問に行きます。4つ目の質問です。はい。旧作タイトルも対応するハードがだんだんやっぱ入手しづらくなってると思うんですけども。Steam やリメイクなどとかいった話はあるのでしょうか？そうですね。でもスミロウさんさっきゲームボーイアドバンスまだ現役だったからまだ現役で全然まだいいかなって思いましたあれ見て。でもじゃないよ。じゃないよ。セルフツッコミしちゃう。よくない。そんなわけない。そんなわけない。プレステ2はちょっと壊れてる可能性が高くて。まあそうですよね。なかなかやっぱハードもね。ゲームキューブとか。だいたい壊れてきちゃった。っていうかゲームボーイアドバンスちゃんと動くんだなと思って結構びっくりしました。もう全然動きました。あれって乾電池だっけ？違う？バッテリーなの？充電式です。充電式。じゃあまだリチウムが持ってるってこと？それがすごいよね。というふうにやっぱりゲームハードもどうしても経年劣化していってしまうものでもあるので、おっしゃる通り昔のハードでしか遊べないタイトルが正直増えてきましたっていうのは耳の痛い話でもあって、で我々もかつてもやっぱり移植するタイトルっていうのは定期的には時折あったり、一時期あれですね PSP とか DS とかいわゆる家庭用からタコ簡単。タコ簡単。タコの方が本当だ。確かこれはイカあげないとダメですよ。やっぱちょっと全然違いますよ。タコはなんか詰まってるね。丸くなって。マジで全然違う。すみません挟んで。もうねちょっと興奮をお伝えしたくて。わかりました。タコとイカの違いが伝わってきましたけど、なんだっけハードの話ですよ。おっしゃる通り最近それこそベスペリアリマスターってね1個やらせていただいて、おかげさまでそういえばリマスターなのに100万本突破したんですよ。っていうくらいやはり今プレイできるハードでもう一度なのか初めて遊びたいなのか、そういったお客様のニーズというか思いっていうのはすごく強いし世界中にあるんだなっていうのを僕らも改めて気づかせていただいた、ということもあったので、そうですね一応 IP 全体の方針を考えるものとしてはやっぱやっていきたいですよ。それは実はみんな思っていて、ただやっぱり常にどの作品も最新作にそのまま持ってこれるかというと、それは想像の通りなかなかそれでいきなり最高の体験ができるかというとそういうわけでもないと。あと昔ので言ったら翻訳も全く存在していないとか、なんなら
DS のタッチのやつを今のどこに移植するんだとか、まあ例えばですけどね、とかやっぱり移植やリマスターにも苦労は結構ありますし、作品ごとによってその苦労の質も違うので、考えようによってはなんかどんどん機械的に移植すればいいじゃないとかって思えたりもするんですけど、蓋開けてみると全然そんなことなかった。一つ一つのハードにやっぱ対応しないといけない、大変ですよね。昔の20何年前のデータをまず引っ張ってくるところから、それなりの労力を、分かっている人じゃないと引っ張り上げてこれないんですね。データって何見たって分からないので、というようなところから掘り起こす必要が実はあったことは実は分かっていて、つまりやっぱりそういう準備っていうのはいろいろ我々なりにもやってるんですよ。ただまあ実際うまそう。うまそう。なんか匂いしてイカ新庄めっちゃうまそう。確かにね、そういう匂いがしてきたよ。イカタコ類の。これいいんじゃないですか。いい感じじゃない、そのおこげ。なんかブーサギみたいに見えますね。料理色味普段するんですけど、イカ新庄作ったことないんですよね。すごいね、イカ新庄がブーサギに見える。実はちょっとお腹空きすぎなんじゃないですか。あ、そうですかね。これは美味しいので。美味しそうだね。家でできんだね。初めて作りましたイカ新庄。普段ね、家であんましないですよね、イカ新庄。まあ大体そういう揚げ物って買っちゃうよね。作れちゃうんだ。これは良いですよね。どんどんじゃあタコの方も期待しておりますよ。タコはそのまま鍋に入れたらいいらしいんで。なるほど、イカは柔らかいから一回素揚げにするんだ。タコさんはあれなんですか。なんだ、ちゃんとレシピ通り。余熱でいけそう。じゃあ話戻しましょうか。いやでもやりたいなという意見はチームの中でもやっぱり定期的に起きているので、やるとしたらまずやっぱりどの作品をどの形でご提供するのがやっぱりベストなのか。やっぱり例えば周年になるたびに皆さんから何周年だからぜひ出してくださいっていうご意見も当然のごとくいただいて、その気持ちは当然だよなと思いながら聞くんですが、やっぱり10年後っていうのが今その元の作品にとって、あるいはそのゲーム業界に今にとってどういう状態なのかっていうのはまた全然バラバラなので、本当はね10周年ごとに出しますとかってエレガントなことが言えればベストだと思うんですけれど、それだけにちょっとこだわっても入れない状況はやっぱゲーム一個一個に存在しているので、ちゃんと中身を見据えた上で何かやっていこうという動きは水面下では実はずっとやってますので、ファンの皆さんには自分のまさに一番好きなタイトルをいつ出してくれるのかっていう、もうひたすらそこだとは思うんですけれど、やはり作品もこれだけの数増えてきたので、その中で我々としてはその思いに応えたいっていう部分と、やっぱり新しい世代の方々にその原点になるような作品たちをどうスムーズに遊んでもらえるか、この時代になって初めてじゃあその作品やりましたっていう方もとてもやっぱり大事なので、その両方に応えられるように、いわゆる編成というか、考えていきたいなというところですかね。超真面目に言っちゃってますけど。でもその皆さんがそれだけでも一つのそのテイルズというものに思い入れをいただいが強いということで。そうですね。いや本当ファンの方々からのリメイクとか移植のご希望っていうのは気持ちがすごい強いので、それは本当に我々も真摯に受け止めつつ、新作も作りながらというところにはなるので、本当はねもっとどんどん開発チームをそういったところで拡大していきながら、いろんな展開ができるようになるのを理想として日々取り組んでありますね。期待しております。頑張っていると思います。では次の質問いいですか。はいどうぞ。では5つ目の質問です。これは結構富澤さん個人への質問なんですけども、富澤さんが初めてプレイしたテイルズ作品は、これはよく語ってはいるんですけど、僕はベスペリアからだったんですね。なので多分本当に皆さんよりちょっと後からなんですよ。でしかもその頃にもうバンダイナムコ僕入っていたんですね。あれって XBOX で360かな、で初めて発売されたテイルズ・オブシリーズということで、やっぱり当時当然僕はまだテイルズ・オブ担当じゃなかったですし、ていうかねゲームも作っていなかったかな。ゲームも家にゲーム作っ
ってないな、まだね僕、個人的な質問なんで個人的に答えると、まだねバンダイっていうところにいたんですね。でおもちゃ作っていて、当時はまだね僕ガチャガチャのフィギュアとかを作る仕事を当時していたんだけれども、その当時は実はね僕自身じゃないんですけど、先輩の担当者がめちゃくちゃシンフォニアをしてくるんですよ。これを商品化したいと。もう当時からバンダイとナムコってそこそこ仲良くね、まだ合併する前だったんですけど、商品化とかさせてもらうことがあったんですけど、その際にその先輩はガチテイルズファンだったんですね。がこの新作のシンフォニアっていうのはもう絶対にヒットするからフィギュア化させろと。ガチャガチャなんでね、こう小さいマスコットあるじゃないですか、ああいうのを作らせてもらったんですけど、っていうのでプレゼンを受けて、コレットちゃんとか可愛いなと思って僕もね見てましたし、でもその人のプレゼンがもうとにかくこれは初代ファンタジアとの関連性があるタイトルで、藤林すずとこのシーナってキャラがあって、そこまで熱弁して、プレゼン聞く側はなかなかそこまでみんな分かってないんで、ポカーンとしちゃったっていうところが当時あったんですけど、でもね、なんかその熱量を当時すごく受けたっていうのがまず自分的にはすごく印象に残っていて、ただその時すぐプレスには至らなかったんですけれど、その後ゲームスに移ってきて、ちょうどその時にベスペリアがそのちょい前ぐらいかな発売になって、であれって映画もあって、さらに PS3 版も発売になるっていう割と大きな展開をしていたっていうのが自分の中ですごくもう一度テイルズ・オブに対してなんかすごいことやってる、RPG としてあれってしかもアニメルックだったじゃないですか、セルルックといいますか、シェーダーがやっぱり非常にテイルズの中でも特徴的なチャレンジしていたので、それもやっぱり僕もそうですけど多くの人のやっぱり興味というか、を集めていたので、これはもうさすがにやんなきゃっていう思いにさせられてプレーに至ったっていうのが実はマイファーストなんですよね。初めてのテイルズはベスペリア。言うて初戦11年前かな、なのですごく因果な話で、それの10周年のリマスターを自分で担当させていただくことになったっていうのは、なんか本当一重に因果な話だなと運命をちょっとね感じましたけど、なんかねトイ君が踊ってるのよ。やることなくなった。ノルミンダンス。そうだ、ノルミンも置いてある。いやあれなんですよ。今ですね IH のこのキッチンスタジオの設定がよく分からなくて確認の時間をいただいてるんですけれども、その際に踊りを踊って僕らのトークを小踊りでもしておこうかなと。小踊り全然トークを止める話じゃなかったんですね。そうか。でも僕のねマイファースト本当にそんな感じで、でもベスペリアはやっぱりああいう作品として素晴らしい力とキャラクターを持ってたんで、やっぱりそこで衝撃を受けましたね。ただやっぱり自分でその後作品として仕事にする機会はなかなかまさに10年間訪れなかったので、ずっと同じチームで吉住さんとか馬場さんとか、本当に先輩プロデューサーたちとはでも隣で仕事してたので、第1回でお話したハーツとかもまさにこう隣でデバッグの間とか、これだけ真剣にみんなプレーしてやっぱ最後調整していくんだっていうことをちょっとまさに隣の席とかで脇目で見ながら勉強させてもらってたっていうのが思いとしてはありますね。なかなかプレイよりもやっぱり開発そばでっていうか、プロデュースをそばで見ている時間が長かったタイトルなので、自分がやるとなった時はそれをおさらいさせてもらいつつ自分なりにどうすべきかなとか、リマスターの時もやっぱりちょっとリマスターなりには考えたところはありますね。でも新作は僕にとっては初めて、次のアナリズはね、なのでそれはそれでちょっと自分なりに方法論とか、でもテイルズらしい部分をどうお伝えしていくかとか、そこは本当自分のそういう意味ではコアなファンの方に比べたら短い経験かもしれないなと思ってるんですけど、それでもやっぱり自分が持ってきたものとか、取ってきたものを混ぜて新しいテイルズの、お伝えの仕方とか作品作りになったらいいなっていうのは、個人的には思ってますけど、受け入れていただけるかはまた出してみてからと。でもますます楽しみですね。そろそろ僕もねドキドキしてきた時期ですよ。もうすぐ続行っていうところもあるので、では最新作に期待しましょう。なんか毎回そのうちになっていくのは俺が悪いんだな。俺がそういう話に持ってってる。では次の質問、これ最後の質問なんですけども、
トイ君の様子がそうだね、ちょっとしばらくトイ君なんかねバラ肉をめちゃめちゃちなみに今スタッフさんにお伺いしたんですけれども、このスタジオ全体でですね、使っているとのことなので、この子が今オーバーヒートをしているので少々休ませてあげないといけないキッチンスタジオなのに、ということで私は踊っていますね。わかりました。肉それって成功率上がるんですかね、料理が。そうそうやっぱ上がるんですか。効果つくんだ。こうやって踊ると確かに失敗されたら困る。そうなんです。で、あともう入れるだけなんで、まあ大丈夫。失敗しても熟練度が上がって、熟練度が上がってそのうち上手にできるようになる。そうということでですね、今待ちです。待ち。あとはもう具材を入れるだけです。切るもんだけ切って、はい、切るもんと揚げるもん揚げた、丸めるもん丸めたんで。確かにもうそうだよね。キャベツも仕上がってるし。キャベツも仕上がったんで、あとはもうじゃあちょっと綺麗に映えるようにじゃあ全然もうトークに入ってきちゃってもいいですよ。そうですね。最後の質問。じゃあ最後のっていうことだったんで。質問いいですか。はい、答えられるものだというけど。じゃあ最後の6つ目の質問です。はい。はい。富澤さんが思い入れのある作品だったり思い出の作品とかはありますか。なんかさっきと被ってません？さっき。さっきっていうかあれか。初めてプレイした初めてと思い入れか。結構ね、初めてと思い入れは僕被っちゃってるところが。ですよね。じゃあ思い入れのシーンとか。シーンか。はい。ちょうど前回の YouTube で見ちゃったんで、すごくあの時もう激烈に思い出しちゃったんですけど、ベルセリアで見たかな、ライフィセットとベルベットが、そう言っちゃっていいのかな、ライフィセットを食らってこうつないで引き戻すところのね、あれちょっともう思いが高まって表現あそこ見たよね、トイ君さ、前回のさ、名シーンのところのこっちの手は食べてもいいけど、こっちの手は殴ってやるかっていうやつ。あそこね、直近のベルセリアってところもあるんだけど、もうシーンとしてはぐさっと刺さっていたのを久々にあの番組で思い出させられて、ちょっとねエグかったっていう。あの回は2人でこうスタジオとか会議室みたいなところからモニター見てて、うちもともとは見ながら2人でこうこのシーンこうだったよねっていうコメントを言おうというはずだったのに見入る、無言で見入る確かに見入っちゃいますよね。なんか見入り続ける。結局ね、でもあれが何位だったっけ、3位とかだった。あれ何位でしたっけね、3位かな、3位か2位、なんかかなり上だったんだよね。でしたね。1位がピーチパイだった。ピーチパイやっぱ強いですね。もう激アツシーンばっかり並べちゃったがために俺らが黙っちゃう。黙って見ちゃったっていう回がねあります。あの放送回配信はね、皆さんももうご覧いただいていると思いますけど、ちょっとああいうまとめ方はなかなか心のパワーが必要だね。そうですよね。すごいエモかったんですけど、あれですね、語るにはある意味向いてないなと思います。自分の心の方でこう受け止めてしまって、なんか軽く言えねえなっていうような回でしたね。っていうのをすいません、また思い出しちゃった話なんですけど、せっかくトイ君もなんか手持ち無沙汰になってるから、思い出のシーン、この前も聞いたけどね。そうですね。じゃあこの前言ってないわ。この前の候補でさ、他にもいろいろある。そうですね。そしたら私結構いつも普段割と主人公に感情移入するタイプなんですけど、唯一こう主人公よりもその他のパーティーメンバーに感情移入する作品があって、それがベスペリアのカロルなんですけど、僕あんまり主人公みたいなもんだよね。そうなんですよ。あんまりポジティブな方じゃないので、カロルが一回その落ち込んじゃうシーンがあるんですよね。そのドンが処刑というかされてしまって、その後にカロルがこう体育座りしながらラングレストの町のそばで、僕はユーリみたいに強くないし、僕はユーリみたいになれないんだと。でもそんなユーリにこうお前はそのままでいいのかって怒られるんですけど、でもカロルはなんかちょっとこうなんですよ。いやでもやっぱり僕はユーリとは違うんだっていう態度を取っちゃうんですけど、いやそうだよな、分かると。そんなにみんながみんな勇者じゃないよなっていうところがあったんですけど、その後この標準会っていうところでパーティーメンバーみんながピンチの時にカロルがこうたった一人で敵に立ち向かって
味方を救うっていうシーンがあって、このカロルがすごいこう成長を見せたシーンがあって、もう思わずシャーだったなっていう。今までその感情なんでしょう、マイナスな方向で感情移入していっただけに、それが一気にこう、ね、ヒーロー側に回った時に、このうおーっていう感じがすごい印象深いというか、いいシーンだったなと思いますね。ベスペリアはやっぱユーリが大人だからね、ああいう描き方がねよりちょっとこうグッとくるというか、かっこいい、なんか僕の中でその普通の少年がヒーローになった瞬間だったと思いますね。はい、そんな感じでたくさんご質問もいただきまして、まともに答えられたかどうかちょっと回りくどい言い方したのも多かったけど、すいません。さあそんな中、鍋の方はさあ復活をしたかどうか今試してみようと思います。このオーバーヒートの状態以上は回復しましたか？そうですね。この鍋にですね、網がついてるんですけど、網がある中、ニンニクを炒めるのマジむずいですね。落ちちゃいますよね。焦がさないようにすると至難の技ですね。鍋に網がついてるの？網がついてる。取れない。取れるんですけど、どうやらつけたままの方がいいとのことで。あ、そういうものなんだ。はい。むずって思ってます。何用なんでしょうね。なんで？ドラゴ鍋には必要な。じゃあガラスープを入れていきましょうかね。あとはぶっ込んでいくだけ？あとはもう入れるだけです。お待たせしました。豆乳を投入。これはまだガラスープです。じゃなかった。やばい、すごいスルーだったよ。しかも豆乳じゃなかった。豆乳じゃなかった。豆乳じゃないからスルーされちゃったんですよ。もう一回この後豆乳きますからね。来ますか？大丈夫ですか？分かってますね。はい。まあまあお待ちくださいよ、豆乳の方がね。恥ずかしい。そろそろ来るぞ。しみろさん、あれ何？豆乳ですね。豆乳を投入します。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら美味しそう美味しそう。大丈夫大丈夫。かぶせダジャレを言おうかと思ったんですけど、だって自分からやろうとしたからしょうがないよね。私のなんか淡いあれではなかったです。でもなんか美味しそうな出汁になってるじゃない。またこの子の沸騰を今待っております。沸騰してきたら、じゃあいよいよ具材たちを入れて、あとは待つだけ。ちなみに具材は何と何ができたんですか？タコ真珠と、イカ真珠、そして、豚バラとキャベツ、そして水菜と人参ですね、具材は。なるほど。であとその先に味噌と醤とごまペースト2種類を薬味的なところで、なるほど。ベシベシと入れていけばできるそうなので。結構タンパク質多めでいい。結構そうですね。そうですね。野菜よりタンパク質多めだね。そうなんですよ。あれ、メロディさん、どのくらいの頻度でアクションのなんか鍛錬とかやってるんですか？そうですね。結構行く時とかは週4とかで行く時は、ちょっと行ける時に結構バババっていっちゃってっていう形。はい。でやっぱ筋肉痛とかもあるので、結構休んだり。毎日はちょっと逆にしんどい。そうですね。結構一日起きとかでも。はい、じゃあそのくらいのペースで何やかんや続けてるんですか？行ける時にも行っちゃってっていう形で、はい、それはどんどんじゃあ動画以上に実技のキレもこれからさらに上がっていくかしら。そうですね、アップしていきたい。ですね、アクション以外にも普通のジムも今やってまして、さらにやってる。はい、もう筋肉鍛えていて。何を目指し、どこを目指している？わかんない。アクション俳優。いや、なんかやっぱキャラクターの動きとか実際にやってきたらかっこいいなって思っていて、やっぱ憧れなので、やっぱ魔法は使えないんで現実だと確かに体術使えなかったんですよ。術はいけないけど技ならいける。はい、そうなんです。技ならいけると次トライしてみたいやつあります？技で。そうですね。めっちゃ長いけど殺撃深くできるかできるかな、できないかな。でもいつもその技をやる前に、私ずっとそのテイルズの動画を見てスローモーションにしてスローモーションにして回し蹴り、後ろ回しみたいな感じで全部書いてジム行ってなんかやるみたいな感じで、ベッドの上とかで練習するんですよ。軽くこっちは右足を上げてまずみたいな感じで。完全我流なの？そうです。もう見てっていう形で見た通りなるべくキャラに近づけるように。そうか。でもジャンプ力とかがやっぱり現実はちょっと厳しいものがあるので、
結構やっぱ飛びたいですけどねというか、非遠連脚の時とか人間とは思えない滞空時間しますからね。まあね、ふわっといっちゃうからね。ふわっとここにつけて、なんなら降りてこないからね。ジュリーとか降りてこないですか。ワイヤーアクションだったら全然あり。ちなみにいつも通わせていただいているアクションジムにはワイヤーもございますので、じゃあ本当にガチにキャラクター再現できるじゃん。そうですね、やろうと思えば多分できると思います。空中の術技もぜひやりたいですね。最近のゲームとかだとモーションアクターさんはやっぱワイヤーとかでやられてるんですよね。そうだからモーションアクターなんならそのまま極めてもらってね、テリゾブのモーションアクターにいずれスタッフロールの中のモーションアクター気づいたらすみれおじさんって書いてある。名前があの時のみたいな。でもなかなか珍しいですよね。コスプレもやられてるとね、そうなんです。聞きつつもアクションもそこにその一環としてやっていくっていうのはなかなか実際にやっぱキャラクターみたいになんかコスプレからのもうそっちもう実際にそのキャラクターがいるかのようなやっぱ風になりたいなと思うようになってしまって、ぜひちょっと本当にその衣装と技セットで演じてもらうような機会があったら良さげですね。むしろ皆さんでやりましょう。皆さんで。なぜか最初が料理にお呼びしているってところが謎ですけど、おお、なんか入ってる。それなんかごまじゃないの？ごまペースト。白黒の両方入るんだ。ゼステリアのね鍋なんでね。確かにそうでした。白黒のね。ブラックとホワイトのオープニングに合わせて混ざると何色になっちゃう？混ざるとどうなるんでしょう。あとこれ多分下の網を思い出して今この海苔でビンって入れてみましたけど、混ぜてみる。どういった糸が？わかんないです、その糸は。その糸はわかんないです。あとダマになるんじゃねえかなって思いながらトーストとペーストを入れてみたんですけれども、これがきっといい感じになっていくんでしょう。こっちまでちょっと匂い来なくてあれなんだけど。本当ですか？マスク越しでもいい匂いします。本当。はい。そうでは。そうだ、匂いは麻婆カレーは強烈だったからね。そうですね、香りが強かったので。最強味噌とじゃんね。豆乳。さらに最強味噌。最強味噌。結構だしは合わせでいろんなもの入れるんだね。そうなんですよね。なんか普段家で鍋作る時ってなんでしょう、鍋はだいたい元買うじゃないですか。最近元が本当便利だからね。そうなんかなかなか一からこう鍋のあれを作ったことないのでちょっと新鮮だなと思いました。いわゆるシンプルなさ、ほらあごだしとか、そういうのだったら家でも出せるんで作るけど、醤油系以外のだしをこういうのはついつい買っちゃうから。最近キャッチーなほら鍋が多いじゃないですか。そうですね。スーパーの鍋の素が結構変わった鍋とかもありますもんね。これが即できるんだったらと思ってつい買っちゃう。いや見たこともない色をしている。すごいよね、結構。そうですね、黒いなんか黒いマー油みたいな。そうですね。じゃあこれでもう少し煮込んだら完成ということですね。以上。はい、それではドラゴ鍋の仕込みも完了したということで、この後いよいよ実食です。楽しみ。はい、それでは完成しましたので、はい、いよいよ実食ですね。私もまだ中見てないんで、本当どんな仕上がりなのかというのを見ていただきます。はい、じゃあ鍋なんでね、この瞬間がね、はい、では。あら、黒い、高そうだけど黒い、なかなかの色味だね。そうですね。ちゃんとタコ新庄、イカ新庄がカラフルだから、このごまの夏の地獄的なところから。とはいえ、こんな黒いかな。黒ごま。だってブラックとホワイト混ぜたらこうなりますよ。まあそうですよね。多分ペーストさんの力なんでしょうね。これは。混ぜてホワイトにはならないですよ。そうですよね。まあ思いっきり黒ごまペースト入れてましたからね。どっちかというと黒い。持っていこうかなと。もう味はだって味は入れてまずくなるやつ入れてないですから。確かにね。べちゃべちゃって。もうね、こんなに毒々しい色のキャベツ見たことあります？私最初ブロッコリー見えちゃう。こんな色の私の知らない色してるんですけど、キャベツさんが。いただきます。いただきます。はい。
ただきます。まずスープからいくのがそうですね。じゃあ私あれかな。スープから。ではね、ちょっとこんな感じですね。いただきます。あれ？あお？あれ？味はすごくごめんなさい。いいです。ちょっと言っちゃったよ。いや、まあ見た目はね自覚してますから。味はね、何かに似てるんだけどなんだろう。なんだろう。てかね、ちょっとピリ辛なのはなんだっけ？ジャン入れたからですかね。かな？はい。美味しいですね。なんか豆乳って感じのイメージとはちょっとあれ違うんですけど、なんかそのなんて言うんでしょう。あれ？豆乳って言われるとまったりしてるのかなって思うんですけど。なんかすごい結構さっぱりというか辛いというかすごいなんかちょっとすみれさんが食レポ上手食レポ状態になっちゃいましたね。いやすごい美味しいです。それはいいんだけどさ、なんかタコ新庄がどんどん溶け出しているんですけど僕だけですか？タコ新庄さんはすみれさんの方にも入ってますよね。タコ新庄多分入ってます。溶けてなければね。なんかどんどん溶けていくんですよ。それはあれですね。不思議ですね。一方のイカ新庄はイカ新庄すごい揚げているからいい感じになって、ほら見た目もタコさんなんかほらタコ溶けバラバラでしょ。タコも揚げた方が良かった。タコも揚げた方が良かったですかね。イカはね、イカいいですか？ちょっとそうですね。そっちタコです。これタコですね。謎の物体は。タコはねどんどん溶けてる。はい、それでは実際に食べていただきましたがいかがでしたか？いやーなんかね温まったね。そうですね、すごい。味の感想をお伺いしたんですけどね、気温についてのね。気温じゃないよ。鍋だから温まったよっていう。はい。では改めて味はいかがでしたでしょうか？黒ごまの主張があんまりなかったです。見た目に比べると。はい。プラスなの。でも美味しいです。でもすごいマッチしてて、はい。なんかお二人からの気遣いってこういうことなんだなっていうのをビシビシ感じてますが、はい。ということで、はい、締めていきましょう。はい、というわけでね、第2回、目指せワンダーシェフへの道。目指せワンダーシェフ。ワンダーシェフへの道。ドラゴ鍋はね、どうですか、その殿堂に入りますかね。ドラゴ鍋はちょっとレシピの改良が必要なのでは。確かに、だってこれ公式レシピだったけど、タコ溶けてたから。そうです、そうです。ちょっとそこはじゃあレシピの改定を。タコ新庄は揚げた方がいいぞというところと、黒ごまペーストちょっと量を控えた方がいいぞっていう2点ですね。そうすると本当に見た目も味もいい、良くなると思います。普通のメニューになるんじゃない。むしろ黒ごまを普通にかけちゃうとか、最後にまぶすとか、本当のごまをね、そうですね。全部溶けちゃったからね。ペーストだと溶けちゃいますからね。というわけで、第2回はそんな感じなので、最後はお口直しの第3回。お口直しって言った。なんていうんだっけ、デザートのことなんていうの？デザートお口直しっていう。まあそうですね。別にこれがどうとかじゃないよ。はい。の第3回はついにすみれおじさんがピーチパイに挑戦というところでね、テイズにとっても大事なピーチパイを。はい、頑張ります。すごい大事なシーンだから、なんかすごい緊張しちゃいますけどね。楽しみですね、ピーチパイ。はい。というところなので、ぜひ皆さんじゃあ第3回もお楽しみにというところで、忘れずにその前に皆さんこちら YouTube チャンネルへの登録、そしてグッドボタンぜひお願いしますね。はい、というわけで、以上、目指せワンダーシェフ第2回でした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。またね。